今回は朝と夕方と夜の風景を3つ描いていきたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄をご覧ください。それでは早速始めていきたいと思います。今回もはがきサイズの紙を使用します。まずは周りにぐるっと一周マスキングテープを貼って画面を3等分にします。マスキングテープは幅 6mm のものを使用しています。周りに一周貼れたら、さらにこの間に2本貼って画面を3等分にしていきます。こんな感じで画面を3等分できたら、真ん中より少し下の部分に定規を使って水平線を描きます。で、鉛筆を使って薄くまっすぐ横に線を引いておきます。この線から上が空で下が湖になるように塗っていきます。それでは左側の朝の風景の部分から塗っていきたいと思います。使用するのはユニのダークフタローブルー852番です。空は上の方が濃くなるように、だんだんこの下に行くに従って薄くなるように塗ります。横向きに水彩色鉛筆を動かしながら、だんだん力を抜いて薄くしていきます。上の方が濃くて下が薄くなるように、これくらいに塗りましょう。で、真ん中から下は今度は反対に上が薄くて下が濃くなるように塗ります。軽い力で塗り始めて、だんだん濃くなるように塗ります。これくらいに塗れたら水で溶かしていきます。水筆を使用して溶かしていきます。筆の軸を少し軽く押してティッシュの上で筆先に水分をなじませてから使用します。この面積の小さい方から溶かしてみたいと思います。筆のこの先の部分をこの水平線の鉛筆のラインに沿わせるようにして、ペタッと大きく筆をついて左右に動かします。そのまま下にゆっくりと下がっていきましょう。最後まで溶かせたら筆は一旦きれいにして、今度は上の部分を溶かします。塗りにくいのでくるっと紙を逆さまにして、で先ほどと同じように筆の先がこの鉛筆のラインに来るようにペタッと筆をつきます。でゆっくりと左右に動かしていきます。最後まで溶かせたら筆はきれいにしておきましょう。この状態になったらドライヤーで乾かします。マスキングテープの上の絵の具は少し乾きにくいので、ティッシュで乾いていないところは押さえておきましょう。続いてこの真ん中の部分に向こう岸に見える山並みを描いていきたいと思います。サップグリーン867番を使います。薄くこの水平線から上の部分に山を描きます。アウトラインは薄めで大丈夫です。自分が見える程度に薄く描いといてください。こんな感じに山を描いたら、ここを塗ってしまいます。これくらいに少し濃いめに塗りましょう。で、この形と反対になるようにこの水面に映った部分を描きます。ちょっと横向きに動かしながら上下が対称になるように、同じような形になるように
下側にも描いておきます。で上よりは少し色が薄めでも大丈夫です。でこの部分も水筆で溶かしていきます。筆先に水をなじませて、で上の部分はトントンと叩くようにして溶かしていきたいと思います。水が多すぎるときはちょっとティッシュで調節してください。軽く叩くようにしてところどころ溶かしたら、ちょっと水面の部分をまっすぐにします。で山の上の部分も軽く叩くようにしながら全体を溶かして、でこの水面に映った部分は横向きに筆を動かして溶かしていきます。一度筆をきれいにしたら、横向きに細い線を描くようにして少しずつ溶かしていきます。全部きれいに溶けなくてもところどころでも大丈夫です。ちょっと線が出るぐらいで大丈夫です。でこれくらいに溶かせたらドライヤーで乾かします。完全に乾いたら上の部分に雲を描いていきたいと思います。雲は消しゴムを使って表現します。で斜めにちょっとカーブする感じに何本か筋を消します。3本くらいこんな感じで斜めに雲を入れたら、最後にこの手前に草むらを描いていきます。ユニのアップルグリーン870番を使用します。この下の手前の部分に水辺に生えている草を描きましょう。ちょっといろんな方向に線が向くように草を描いたら、もう少し濃い色のモスグリーンも加えます。こんな感じで一番左側は完成です。次に真ん中の部分に夕焼け空を描いていきたいと思います。レモンイエロー805番を使います。水平線から少し上くらいまでをこの黄色で塗ります。水平線の部分黄色濃いめにして、だんだん上に行くにつれて少し薄くなるように3分の1くらいですかね、塗りましょう。で下側にも同じように、今度は上が濃くて下が薄くなるように同じくらいの幅に塗りましょう。そしたらその上に重ねるようにしてライトカーマイン827番を塗ります。ちょっと濃いめのピンク色です。でこの黄色のちょっと上から塗り始めて、だんだん黄色に重なるように薄くしていきます。でこの画面の上の方にも薄く広げておきましょう。でこの下も同じように黄色との境目ぐらいをピンク濃いめにして、だんだん薄くなるように黄色と重ねます。
下の方にも薄く広げておきましょう。次にブルーバイオレット837番を塗ります。で、上が濃くてこのピンクの方に向かって薄くなるように塗ります。濃いめに塗ってだんだん力を抜きながらピンクの方に向かって薄くなるように塗ります。画面の下の部分は反対に下が濃くてピンクに重なるところは薄くなるように塗っておきます。そしたらこの部分も水筆で溶かしていきます。ティッシュの上で水分をなじませたらこの下半分から溶かしていきます。先ほどと同じようにこの水平線のラインギリギリのところに筆先が来るようにマスキングテープの上からペタッとつきます。で、左右にゆっくり動かしながら溶かしていきます。全部溶けたらティッシュで筆はきれいにしておきましょう。ひっくり返してこの上の部分も溶かします。同じように筆先がこの水平線のラインに来るように当ててゆっくりと左右に動かしながら溶かします。最後まで溶けたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。完全に乾いたら真ん中の部分の山は今度は紫色ブルーバイオレット837番を使って描いていきます。先ほどと同じように薄く山を描きましょう。この部分を塗ってしまいます。で、水面に映っている部分は横向きに上下対称になるように描いていきます。こんな感じで描けたら上側を溶かしていきましょう。水筆でこの山の形に沿って溶かしていきます。溶かせたら筆は一旦きれいにしてこの下の湖に映っている部分は先ほどと同じように横向きに動かして溶かしていきます。こんな感じに溶かせたらドライヤーで乾かします。完全に乾いたらカナリーイエロー808番でこの辺りに雲を描いていきます。山の少し上の空が黄色い部分ですね。ここに小さくくるくるくるっと円を描くようにして雲を描きます。反対側にも入れましょう。
でところどころに少し黄色い雲をいくつか描いて、でこれが写っている感じにこの下の部分にも描きます。で下の方はちょっと横向きに、薄くで大丈夫です。だいたい同じような場所に来る感じに雲を描いて、最後にこの手前の方に草を描いていきます。ステッドラーの55番を使います。グリーンアースっていう色ですね。これで先ほどと同じようにこちら側にも草を描いていきます。もう一色重ねます。ユニのナイトグリーン855番です。ところどころナイトグリーンも入れて、これで真ん中は完成です。最後に一番右側に星空を描いていきたいと思います。ユニのプルシャンブルー851番を使用します。まずはこの色を全体に塗ってしまいます。同じくらいの濃さで全体に一色で塗りつぶしてしまいます。次にブラック899番で上の方が濃くて下の方が薄くなるように重ね塗りをしていきます。上が黒濃いめでだんだん薄くなるように真ん中に向かって力を抜いていきます。これくらいになったらこの水平線から下の部分は反対に下が濃くなるように塗っていきましょう。こんな感じに塗れたら水筆で溶かしていきます。でちょっと水平線のライン見えにくくなってしまうんですが、この隣のマスキングテープの上にうっすら鉛筆の線が残っていると思うので、そこを目安にしてペタッと筆をついて左右に動かしながら溶かしていきます。最後まで溶けたら筆は一旦きれいにして紙は逆さまにして上半分も溶かしていきます。ペタッと筆をついて左右に動かしながらゆっくりと下に下がっていきます。最後まで溶かせたら筆はきれいにしておきましょう。ドライヤーを使って乾かします。完全に乾いたらホワイト801番のこの芯の先を筆で溶かして絵の具を作って、それを飛ばして星を描いていきたいと思います。周りに飛び散ってしまうので描けたくない部分にはティッシュをかけて養生しておきましょう。この水彩色鉛筆の先を水筆で溶かしていきます。で絵の具がここに溜まってきたらちょっと弾いてみましょう。筆先で
ピンと弾くとこんな感じで小さな絵の具の粒が飛びます。星を飛ばせたら筆はきれいにして、この色鉛筆の芯も必ずきれいに水分を拭き取っておきましょう。ティッシュでしっかりと水分を拭き取って乾かしておきます。で、この星の部分を乾かします。完全に乾いたら真ん中の部分に山を描いていきます。ブラック899番を使います。山の形を薄く描いて、で塗りつぶしてしまいます。ここはかなり濃いめに塗ってしまいましょう。水面に映っている部分は横向きに色鉛筆を動かして山の形を描いておきます。こんな感じに描けたら水筆で溶かしていきましょう。山の形に沿って溶かしていきます。筆は一旦きれいにして、水面に映っている部分は横向きに動かして溶かしましょう。こんな感じに溶かせたら筆はきれいにして、この下の部分に草を描いていきます。先ほど使ったステッドラーの55番グリーンアースを使って草を描いていきましょう。いくつか描いたら黒、ブラック899番も重ねて使います。こんな感じに草むらを描いたらこれで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなども書いてくださると大変嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。